はい、内山浩一のザ・ゴードチャンネルです。はい。はい、今日は熊本事務所から行っています。はい。今スタジオをね作って、作りかけなんですけどね。そうですね。まだボードが下にボー降りてます。ドがね。はい。はい。いつもねこのボードを後ろにこうして一人分はありますね。二人分はちょっと難しいかもしれませんけどね。かもね。それとね少しね広角のレンズにちょっと変えまして、二人分入るようにさせていただきました。今日はね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でマイクがねまだワイヤレスが、きちっと設定してませんので、この普通のマイクで黒いマイク見えますかね、これでやってますんでよろしく。はいはい、そこにあるんですね。少し遠く感じるかな。こっちにした方がいいのかな。大丈夫ですよ。大丈夫ですかね。はい。こんな感じです。よろしくお願いします、よろしくお願いします。じゃあ今日は、ズームではなくて生霊言ということでやってみますね。生霊言、はい。実はですね、今日これ下のカーペットをね、四角いのがあるんですけど、これをね、端々をこう切って、きちっと合わせようかなと思ってやろうかと思ったところですね、この右のこの肩のところに、ものすごい、なんて言いますかね、ぐっとくるような痛みがきましてね。大丈夫ですか？どなたかお越しになられたなと思って、そうなんだ。ずっと考えてたら、そういえば朝から左側の方のこの肩のもちょっと来てたなと思って、右側にぐっと来たら、左側の痛みが取れてるんですよね。でここちょっとまだねおられるんですよね、誰かね。右側に。右側に。あら、どなたでしょう。ですからね、どうしても何か伝えたいことがあられてきておられると思いますので、聞いてみたいと思います。はい、それでは今日からね、ここのスタジオちょっとバージョンアップしましたんで、皆さんにもね少しバージョンアップしていただければと思います。どういうことですか？今まではね丹田に落として丹田で映像ってことで言ってたと思いますけども、難しかったと思います。難しかった。そして、そうですね、ほわっとしか分からなかったと思うんですね。で今度は皆さんにもバージョンアップしていただきます。丹田に落とした思いを半分だけ、この脳下垂体の方に上げていただきたいんです。難しい。上げ方はどうするかっていうと、まず丹田に落として、深呼吸しますね。そして上から目で眺めます。そして丹田の上から眺めていただいて、そしてなんとなくこの自分の視点がきちっと丹田に押したかなと思ったら、この目の意識をぐーっと下げていきます。そこが難しいですよね。難しいですね。で下げていって、で自分のそのお腹のところに目の意識を持ってきて、丹田を見るっていう形を今までやってたかと思います。難しい方でね。さらにこれからはこの意識の半分をこの頭の中のこの下垂体、脳下垂体のところですね。消化体って消化体ですかね。消化体のところに持っていきます。で消化体のところに持っていって、そしてこの目で見るんじゃなくて消化体のところにいる自分の目ですね。これでもってなんか前に映像を浮かべるような形で、自分の第三の目ですね。ここで光をなんて言いますかね、映写機みたいな感じですね。映写機。随分古いですよね。映画館とかで、映画館光をドッと当てますよね。でスクリーンがあるんですけど、そういうつもりで当ててもらって、でそこに映像が映るっていう形ですね。で見るのはこの第三の目から見ちゃダメなんですよ。第三の目から見ちゃダメ？この頭の中にある自分の目の意識で見るんですね。だからここはあくまでもレンズの代わりですね。レンズか。だからここで見ちゃダメです。カメラのレンズもそうですね。カメラのレンズがあってレンズで見てないですね。この奥の方にちゃんと受け取るところがありますよね。だからこの奥の方で受け取るっていう形をねやっていただければと思います。なるほど。どうしてここに上げたらいいかっていうと、息を吐くときに落としましたよね。ふーっと入って丹田にストーンと落としましたよね。次はそれを落としたならば今度は息を吸うとく。吸うときにでこの上に上げてください。上に上げていく。で途中まで上げてもうちょっと上げていく、もっと上げていくっていう形でもいいです。ふーっと落として、息を吸うときに
でも私は鼻から吸うんですけど、どっちからでもいいです。吸った時にスーッと上にこう入ってくる感じですね。うん。うん。はい。そういう形でやっていただければと思います。はい。何やか言ったら、この右側の方だんだんいなくて、ちょっと待っててくださいね。待っててくださいました。はい。はい、それでは、やってみたいと思います。それでは合唱お願いします。はい。はい。ゆっくりと深呼吸していただいて、息を吸った時に新しいエネルギーを体の中に入れるつもりで、下腹部に息を入れていきます。全身に新しいエネルギーが広がっていって、悪いエネルギーを集めてきて丹田ですね。そして吐いていきます。ふーっと。本当はね、これを少しね、長くやってほしいんですけど、2、3回深呼吸お願いします。次に、息をふーっと吐くときに、丹田に落とす感じですね。丹田に落としてください。お尻に体重がぐーっと乗る形です。だからこういうふうになっててもなりませんので、こうきちっとなってくると落ちてくると思います。自分の体重がお尻にぐーっと降りてくる感じです。そうすると肩の力、背中の力が抜けてきます。楽になりますね。はい。下に重心が落ちてきたならば、次に、この閉じた目で丹田を眺めます。そのままでいいです。頭を前にやると、重心が動いたりしますので、動かなければね、頭を動かしてもいいです。重心が動かなければいいです。上から眺めてください。丹田に、丹田をですね、上から眺める形で、なんとなくしかできないと思います。はい。そして次から、これからですね、本格的に霊的世界に入っていきます。目の意識を丹田に下ろしていきます。目の意識です。そうです。自分の目の意識をふーっと下ろしていきます。自分の意識が丹田のところに入っていきます。ますます重心は丹田に集まっていきます。次に、そこまでできたならば、次に息を吸うときに、この丹田に寄せた意識の半分だけを上に上げていきます。要するに丹田に意識を残しながら上に上げていくということです。はい、ふーっと上げてください。そうですね、骨はね、丹田に少し力を入れた状態ですね、軽く。そうすると丹田に意識が残ります。ゆっくりと2、3回吸いながら上に上げていってもいいし、一気にふって上げてもいいです。上に上げてください。自分の頭の真ん中ぐらいですね。消化体のところに上がってきます。そうすると頭の中がなんとなくジーンとくると思います。はい。次にこの目のね、第三の目の部分、ここがジン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 してくるんじゃないかと思います。この第三の目から光を放して、スクリーンを作ってください。まだ何も映ってませんよ。はい、真っ白のスクリーン作ってください。光が当たってます。はい。こんな感じですね。こんな感じで、もし、少し高度になってきたらね、目を開けた状態でもその第三のスクリーンが見える形の方もおられるかと思います。はい。これはね、かなり、練習しないとできません。はい。まあそんな形で方向的にはね、そんな感じでやっていただければと思います。はい。それでは、はい。エレナさん準備お願いします。はい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 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、私のこの右側に来た方、右に肩に来られた方、はい。レラさんの方にお会いいただきますようお願いします。
右側の方お願いします。エララさんにお入りください。はい。はい、おいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お名前を教えていただいてよろしいですか？孫悟空です。あ、孫悟空様おいただきましてありがとうございます。はい。びっくりしました。あ、背中にぐーっとなんて言いますかね。あ、棍棒で押されたんですね、私を。わかりましたか？そういうことか。はい、ありがとうございます。はい。はい。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。そうだな。なんで来たかということですけどね。はい。まあ、後押ししに来たんだよね。後押し。はい。ここがいろいろと、準備が整ってるらしいことは見えていたし、はい。知ってはいたんだけれど、はい。そうだね。やっぱりね、時間がかかればかかるほど中だるみするから、はい。後押ししに来たんだよ。なるほど。急げと。そういうことだ。なるほど、なるほど。少しね、ぐずぐずしてたところありますんでね。だろう？はいはい。です。だから、はい。俺様が後押ししてやってんだよ。手伝ってんのさ。了解です。そのためにチクッと気づけと。早くやれよって。はい。言いました。ありがとうございます。はい。その展示会から見てこちらの方が準備が揃ってるっていうふうに見えるっていうのは、多くの方がそれ見ておられるんでしょうか？見てると思うよ。まあ、どの程度見えてるかはみんなそれぞれだと思うけど、見えてる。もしここに看板が立ってるとすれば、どんなこと書いてありますかね？募集って書いてある。募集って書いてあるんですか？何の募集でしょうか？いろんなものを募集してるんだ。人材もあるし。そう、人材です。そして、ネタもあるし。ネタ。そう。話題にすること。それから、そうだな。もう、あらゆること、人にニーズのあること。そういうものも、どんとこいっていう感じかな。なるほど。皆さんがどのようなことを求めているかということですね。そういうニーズですね。そう。そうか。だから、霊言ニュースするときになかなかでも話題が決まらないけども、ギリギリになってストーンって降りてくるんですよね。そうだよね。ああいうものはさ、やっぱり上から降りてくる感じで出していかないと、そうですね。うまくいかないんだよ。そうですね。ですから監督がね、もうやきもちするんですよね。もうなんかね、気持ちがやきもちじゃなくて何ですかね。やきもき。やきもき、すいません。だろう、最近ね、ありがとうございます。はい。そうなんですね。そう。まあね、3次元的にいろいろ計画を立てて、ここのスタジオも事務所も3次元的なものだけれど、だけど、中でやってるソフトは3次元じゃないんだ。そうですね。だろ？ということは、何をするかっていうのを3次元の頭で考えても追いつかないのさ。そういうことなんだけれど、そこはやはり、まあなかなか一般的には理解が難しいし、みんなの関心のあることというところは入り口としていいと思う。だけど、まあもともと何のためにこれをやろうとしているのかというところを考えると、ずーっといつまでも3次元ではダメなんだよ。そうですよね。なので、段階を踏んで、上がっていかなくちゃね、次元も。霊界から見た皆さんのニーズと、3次元から見た皆さんのニーズは違うってことですね。違うね。それをいかにキャッチできるかっていうところがなかなかできなくて、私たちがバタバタやってるってことですね。そうなんだよ。だからスピードが落ちて、中だるみになってんだよ。どんどんもうあんまりいろいろ自分たちで3次元の頭ではあまり考えずにお任せするっていう形がいいのかな。まあそれがいいんじゃないかな。無理やり作ろうとしてもね、やっぱりそれはどこかちょっと見てて違和感があったりとかするから、
正直にやればいいと思う。やっててもね、少しやりづらいんですよね。だろうね。そうか。だから、題名は一緒だとしても、中身を変えてきてるんですね、今までは。だんだんとですね。はい。わかりました。ありがとうございます。何か他にも私たちが注意することございますでしょうか？そうだな、注意することというかね、物事をやるときに、難しいことが出てくる。そしていろんな人が集まってきて、その中でいろいろと問題も起きてくるし、どの意見が正しいかわからなくなってきたりとか、あるんだけれど、これは十分にそういったものをお互い出し合って、話を揉んでいくっていうことは大事なこと。そしてね、一番大切なのは、そうだな、ゴールをまずね、今なら今現在、自分たちがどこに向かおうとしてるのかっていうゴールを決める。で、このゴールを決めたら、そこに向けて自分たちに今足りないものがあるはずだよ。今持ってるものでゴールを作ろうとしたら、大したとこには行けやしない。で、ゴールを決めたら、必ず今現在の自分たちでは足りないところがあるはず。そのぐらいのゴールを決めなきゃダメだよ。そして、この足りないところをどう伸ばしていくかということを、腹を据えてかかっていくっていうこと。もうこれはね、一旦ゴールを決めたなら、どうしてもそれを実現しようという情熱、そうだな、執着心とは違う。もう執念にも似たようなもんだけど、情熱だな。情熱ですね。そういうものでもって突き進んでいく。そうすると、気づいた時には、もう途中いろんな苦労があると思うけど、必ず到達することができる。だから、ゴールをね、決めなきゃダメだ。何をやろうとしているのか、どこに持っていこうとしているのか、自分たちは何を目指しているのかということを決めていかないと、周りの意見だけを聞く、それで終わってたら、誰かの意見でどこかへ行くか分かんない。そうなんですよね。だからそれは違うんだよ。意見のね、多い方に流れていってしまいますね。声の強い人の方に流れていく。だからそうじゃなくて、その揉むっていうことは必要だから、みんなに相談したり、意見を出すっていうことは大切。だけど、あくまでもゴールはゴール。決めたものは移動しない。これが実現できるまでは、とにかく頑張るっていう、そういう、なんというかな、しっかり腹を据えて頑張らないと到達しないんだよね。そういうこと。そうですね。じゃあ目標も長期目標と短期目標と決めてやっていく形ですね。1年ぐらいのものと、今すぐできるやつとことか、5年、10年先もいいですね。その到達するまでの途中で、朝令暮改でいろいろやり方を変えていくっていうのはありだよね。そうですね。これは途中の話であって。わかりました。ありがとうございます。はい。それではせっかくね、多くの方が聞いておられます。皆さんに対して何か、アドバイスなり提案なりありましたらよろしくお願いします。多くの人にか。今の話は別にここだけの話じゃなくって、人生誰にでも共通してる話だと思うんだよね。だから、もうすべての人があなたの人生、あなたの人生、あなたの人生。その中で自分はどう生きていこうと思っているのかということをやはり見て、見据えて、ゴールを決めて、そしてそこに向かって努力をしていくということ。途中で自分一人でやっていると、視野が狭くなって考え方も狭くなってくるから、誰かのアドバイスをもらうとか、誰かに相談するとか、勉強するとかいろんなことあると思うんで、それは大いにやっていいと思う。とにかくゴールを決めよう。そしてそれに向かって諦めることなく突き進んでいくという、一種の腹を据える、覚悟を決める。それだよね。そして
何回も何回もうまくいかなくて失敗したとしても、これは一つの例だと。こういうふうにしたらうまくいかなかったんだなということを学んだら、よし、次行こう。ということです。どんどん次のやり方ってチャレンジしたらいいし、そして、進んでいく。またね、ゴールに到達したとき、人間ってほっとするんだよね。そうなんです、そうです。成功して。うわーって盛り上がって、やったーってなって、もうそこで、もう達成感を味わってしまったら、満足しきってしまう人がいる。その時なんだよ。天狗になっちゃいけないよ。その時に、その成功したことは一旦喜ぶけれども、よし、じゃあ、次行こうっていうことで、また次のゴールを目指して進んでいく。これがずっと繰り返していく中で、延々と自分が向上していくための方法だと思う。だから、そうだな、情熱と、そして天狗にならない謙虚さと、飽なき探求心、これはいくつになっても持っていたらいいと思う。そっか、大目標と小目標のとこですね。そう。今日テレビで、やってましたね。携帯電話の中に、そのカメラを埋め込むという時にものすごく大変な一人のね、技術者がやっていたんですけども、終わったら上司から次行こうかとか言われてですね、そんな感じでしょうね。まさにそんな感じだと思う。はい、私たちもしっかりね、そうやって次々にこうバージョンアップしながらやっていきたいと思ってます。今日もね、朝から、瞑想の時の、なんて言いますかね、意識のバージョンアップのやり方もね、言ったように、少しずつ皆さんと一緒にバージョンアップしていきたいと思っています。はい。よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。緊急でね、やりまして、緊急にこのセットを用意してやったわけなんですけど、少し口もまめられるんで申し訳ございません。大丈夫でしたか？はい、大丈夫です。もう本当ね、そうですね、郵便物が来てたので、郵便物を渡して、振り返った瞬間に、ここの肩のところにグンってきたんですよね。ちょっと動けないぐらいありましたね。何事が起きたんやろうかと思って。何かのこの筋とか筋肉とかが急に働いたために起きたのかな？そうですね。多分如意棒でグッてやられた、ね。そう。孫悟空から。そういうことじゃないかな。面白いでしょね。頭のところにグッてきてみたりね、ツンツンってきてみたりね。いろいろありますね。肩がグーッと重くなったりとかね。そういうことありますよね、普段でもね。皆さんね、いろんな感じで私のところにはそういった霊的な進化を送ってくれますね。なるほどね。それとかね、思いがグーッと上がってきたりとかしますね。だいたい魂の兄弟の時は下からグーッと上がってきますね。そんな感じです。はい、それでは今日は孫悟空さんでした。どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。そうですか。はい。高明さんの時代に持ち越した問題。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。はい。ですから、高明さんの時のちょっとそういったエピソードなんか教えていただけませんか？はい。木々の生い茂った深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、それっきり。そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。なるほどね。はい。